はじめましての方もこんばんは。クスイガンダムの PV を見て興奮して眠れない男、ゆちです。はじめに、このチャンネルでは、プラモの全塗装、改造を行っていくチャンネルです。至らない点もあると思いますが、よかったらチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。前置きはこんな感じ。それでは今日作るプラモ、見ていきましょう。プラモと言いましたが、違いますね。魂ロボット、経営シグネチェフ、クスイガンダムです。この動画で先に一つ言っておきたいことがあります。開封をしているこの時の時間、実は去年の9月頃なんです。9月といえば僕が動画投稿し始めてまだ2ヶ月です。手がおぼつかない？撮影が下手くそじゃないかって思った方はちょっと去年の僕なんでちょっと許してください。それでは早速稼働チェックをしていきます。肩は人間と同じぐらい上げることができます。肘は90度曲げることができ、二の腕はロールになっております。肘はミサイルを射出するために展開することができます。肩のミノスキークラフト展開状態は劇中通りに展開させることができます。あまり勢いよく展開させようとすると根元のボールジョイントがスポッと抜けてしまいます。腰のアーマーは前後左右すべて独立稼働させることができます。前の腰アーマーが邪魔してうまく足が動かないのではと思うのですが、結構アーマーが動きますので足は思いっきり動かすことができます。膝は二重関節になっていますのでとても動かしやすいです。股関節も走行が少し邪魔したりしますが思いっきり動かすことができます。それにしてもごついから動かすのが大変です。膝はミサイルを展開させるので肘と同様展開させることができます。稼働チェックは以上。ちょっと武装を持たせて立たせてみました。 SD は SD の魅力があったんですがやはりこれはかっこいいですね。このキットポロリとかほぼないんで全然気になるところはないと思ったんですが、首だけがあんまり稼働しないんでここだけちょっと気になりました。はい、続いて変形させてみました。どうでしょうか。やはり大きいとそれだけかっこよさが伝わってくる感じがします。いかがだったですか？魂ロボットのクスイガンダム。今日はこいつで何をするんだって思った方、そうです。今日はこいつを劇場版用に仕上げていこうと思います。それでは分解いってみましょうか。まずはクスイガンダムを70度ぐらいのお湯に浸らせて分解していきます。分解させるとこんな感じ。だいぶ塗装できそうなレベルにはなってきましたね。次にこいつを改造していきます。せっかく分解したんですが、また組み上げてどうやって改造するか少し設計を立てます。こんな感じにしたいんですよね。そこでこのプラモに僕は目をつけた。妙案が思いついてしまったんですよ。まあ欲しいのは関節部分のパーツだけなんですけどね、とりあえず組み立ててみました。可動域がもっと欲しいと思ったので、可動域を邪魔している部分をちょっとヤスリで削り取っていきます。使うのは100均で売っていた安物の鉄ヤスリです。次に本体にこのジョイントパーツをつけるためにジョイント穴を作ろうと思います。本来はこんな感じで羽を止めておりました。だが今ついている留め具は二度と使わないと思うので切り落とします。切り落としたらそこを少しヤスリで削ってあげ、ジョイントできるように穴を開けます。できたらドッキング。そしたらこの関節部分は仕込み完了です。次に羽をドッキングできるようにしてあげようと思います。ちょうどいいパーツがあったので、こいつがダボ軸にはまる大きさに調整してはめていきます。そして全てをドッキングさせるとこんな感じ。狙い通りですね。そしてくっつけたら新たな問題が、走行が関節を邪魔してしまう。なのでこの部分をカットしてしまいます。カットした方の小さいパーツは貫通しない程度に少し穴を作ります。できたら接着剤を流し込み 2mm のプラボを差し込んでいきます。あとは適当な長さで切ってあげます。あとはこの小さい走行パーツがはまるようにジョイントパーツに穴を開けていきます。切り落とした大きい方の走行はちょっと空洞が大きいので、ここにプラ板を仕込んでいきます。よく乾かしてヤスリで整えてあげれば完成。全体がこんな感じ。
小さい方の走行パーツは一軸になっておりますので回すことができます。次に胸の V 字アンテナを作っていこうと思います。1ミリのプラ板にこんな感じにスケッチして同じような形のやつを2つ切り出します。その2つを一度接着剤でドッキングさせます。その後ヤスリがけで形を整えていきます。ヤスリで形を整え終わったら接着剤でドッキングした2つを剥がします。その後ヤスリで角度をつけて表面を鳴らしていきます。胸パーツには V 字アンテナがはまるように穴を開けます。 V 字アンテナの方にプラ棒を仕込みはめ込むとこんな感じ。細かな傷や段差はサーフェイサーを塗って調整していきます。次にタミヤのポリエステルパテを使って合わせ目を消していきます。いつもと違って間に溶剤が入っていかないので今回はパテを使いました。次にビームサーベル。ビームサーベルはずいぶん前に作った RG のトールギスのビームサーベルの残りを使います。今回は両刃にしますので底の部分にも穴を開けていきます。後ろのビームサーベルは少し短くしようと思いますので程よいところでカットします。その後ヤスリでゴリゴリ削って形を整えていきます。ヤスリで整えたらクリアパーツが曇りに曇ってしまっているので100均の爪研ぎでツヤを蘇らせます。削り終わるとこんな感じ。ええ感じや。これで改造は終了。一度塵やゴミを洗い流していきます。そしてよく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアノーツガイアマルチプライヤーを全体的に吹きかけていきます。これにより塗料の食いつきを良くしたり塗装時の腐食防止の効果を得ることができます。次にサーフェイサーエボブラックで全てのパーツを真っ黒に染め上げていきます。今日の塗装はこの黒の下地を生かしてうまく汚れてる感じを塗装していこうと思います。白の走行パーツにはコールドホワイトを使っていきます。塗りすぎず端っこには下の黒が残るように塗っていきます。そういえば今回作ったクスイガンダムは去年の SD クスイガンダムを作ったあたりに完成する予定だったのですが、分解やら何やら去年の妙案があったはずなのですが結局途中で挫折して放置しておりました。それより去年考えてた妙案って何だったんでしょうかね。全く思い出せませんね。白パーツはニュートラルグレー3で少し塗り分けをしていきます。マーズディープブルー、ウルトラマリンブルー、ピュアブラックを使って少し暗めの青を調色して塗っていきます。そういえばこの間クスイガンダムの戦闘シーンの PV 公開されましたね。むちゃくちゃかっこいいと思ってずっとリピート再生してたんですよ。PV を見た時両刃すごいかっこいい、俺もやっちゃおうと思ってクスイガンダムのビームサベル両刃にしちゃいましたね。僕はクスイガンダムの戦闘シーンばかりに目がいってましたが、皆さんはどこに目がいってましたか？V 字アンテナなどの部分にはマイルドオレンジを使っていきます。排気ファンとかに関しましてはビビットオレンジを使用していきます。頭の赤パーツなどに関しましてはシグナルレッド、ウルトラマリンブルー、ピュアブラックを使って塗っていきます。本当はローズディープレッドを使う予定だったのですが手持ちを切らしていてこれにしました。バーニア部分は一度スターブライトシルバーで塗っていきます。次にクリアレッドでバーニアの中を塗っていきます。
バーニアの外側関節パーツに関しましてはミスターカラーの GX メタルブラックを塗っていきます。この間予告の画像で貼り付けたのはこの姿です。いろいろ頑張ったのですがこれ以上は分解できなかったです。なんか分解しようとすると関節が折れそうで怖かったですね。なのでここで止めました。今マスキングをして無理やり塗ってるような感じですね。次にライトグリーンにフラットブルーを気持ち混ぜたものをビームライフルのカメラ、顔のカメラに塗っていきます。次にフラットブラックで顔の周りを黒く塗り上げていきます。次にフラットホワイトとブラックを使ってエアブラシでは塗りづらかった部分をこいつで灰色に染め上げていきます。次に墨入れ、タミヤの墨入れブラックを使って墨入れをしていきます。はみ出した部分はエナメル薄め液で拭き取っていきます。続いてはデカール。デカールは専用のデカールがあったはずなのですがなくしました。なので他のプラモで販売されている加時はじめ氏のデカールを使って仕上げていきます。最後にトップコート、艶消しとクリアを1対1に混ぜたものを吹きかけていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。待っていたよクスイズイ。それでは撮影の方行ってみよう。いかがだったでしょうか。今回の魂ロボットクスイガンダム、個人的には一番分解が手間だった気がします。そして分解した後、本当に後でまたこれ組み立てられるのかという心配もありました。なのでなんとか塗装して組み上げることができて、僕の中では一安心。さて劇場版先行のハサウェイ、もうすぐ公開ですよ。ワクワクしますね。この動画で少しでも眠れない興奮した夜を紛らわしてくれると幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またな。